こんにちは、ジパング55のタカです。今私は羽田空港第3ターミナルに来ています。これからエミレーツ航空でドバイに向かい、そこからエジプトのカイロに向かいます。エミレーツ航空は中東の航空会社で、充実した機内サービスが有名です。今回は羽田空港からドバイまでのエミレーツ航空機内、ドバイでのトランジットの様子、ドバイからカイロまでのエミレーツ航空機内、エジプトの入国必要書類と SIM カード購入の様子をご紹介します。概要欄から必要な場所まで飛ばしてご視聴いただけたらと思います。エジプトではルクソールとカイロを観光する予定なので、次回の動画でそちらもご確認いただけたら嬉しいです。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをいただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきたいと思います。エミレーツ航空のチェックインは自動チェックイン機で行います。JAL をはじめ、いくつかの航空会社のチェックインも行えるようです。パスポートをかざすと予約情報が出るので、手続きは簡単でした。荷物を預けるカウンターも多く、そんなに時間はかかりませんでした。荷物預けカウンターの方は日本人なので、預けやすかったです。エミレーツはどの航空連合にも所属しておらず、マイル提携のみ、ワンワールドと行っています。それでは制限エリアに入りたいと思います。羽田からドバイ行きの飛行機は、日本時間だと深夜に出発します。搭乗時間までプライオリティパスラウンジで過ごしたいと思います。羽田空港のプライオリティパスはこちらでご紹介しているので、気になる方は確認してみてください。ドバイ行きは日付が変わって深夜0時5分出発です。乗り場は144だったので、プライオリティパスラウンジからは少し離れていました。搭乗はグループごとに分かれており、結構早めに搭乗が始まりました。フライト時間は11時間15分なので、長時間のフライトです。機材はボーイング777-300です。ドバイは人気路線なので人数も多かったです。それでは搭乗したいと思います。搭乗してからすぐにビジネスクラスがありました。豪華な座席ですね。私は今回エコノミークラスでドバイまで向かいます。エミレーツは3席、4席、3席の座席配置になっています。今回は中央の4席に座ります。座席の幅は狭めですが、足が伸ばせるように、座席の下は余裕がありました。個人モニターはインフォメーションや映画などのエンターテイメントが見れるようになっていました。離陸時の準備時間で、機内は薄暗くなっています。座席には毛布とヘッドホンが用意されていました。ヘッドホンは結構しっかりしていましたね。画面の下には USB と Type-C の充電ができるようになっています。画面の言語は、設定で日本語に変更が可能です。隣の座席と画面をシェアして一緒に見ることもできました。自身のイヤホンとも Bluetooth でつなぐことができます。さすがエミレーツですね。最新の映画もありましたが、字幕で日本語がないので、英語がわからないと見るのは難しかったです。日本語音声があるものは、日本語の映画でまとまっていました。ここ以外で、字幕で日本語があるのは少なかったですね。搭乗してから少し待機した後、離陸します。離陸すると、深夜便だったので照明は落とされました。アメニティの入った袋が配られました。絵柄は動物が描かれており、動物保護活動の説明が書いた紙も入っていました。アメニティは、耳栓、歯ブラシ、靴下、アイマスクなどが入っていました。長距離フライトなので、こういったアメニティは嬉しいですね。離陸してから2時間ほどで、機内食が提供されました。今回は、機内食が2回提供されます。ディナーはチキンとマッシュルーム煮込みか、ボロネーゼのどちらかを選びます。
機内食提供時は機内は明るくなりました。机は広めでした。ヘッドホンのコードは机にかからないようになっているので助かりますね。私はチキンを注文しました。チーズとクラッカーもあったので量は十分ですね。メインの料理は美味しかったですが、チキンより一緒に入っている野菜の方が存在感が強かったです。枝豆とコーンのサラダ、ごまのブラマンジュのデザートもありました。お水もペットボトルで提供されたのが嬉しいですね。機内食を食べた後はコーヒーやドリンクのサービスがありました。それではトイレで歯を磨いて休みたいと思います。キャビンの近くでは自由にお水も飲めるようになっていました。トイレは広々しており、白で統一されていて清潔感がありますね。ボディーローションなんかもありました。洗面台も大きいですね。鏡にはコンセントまでついていました。ベビー台や姿鏡もあったので、いろんな準備をするのも楽にできそうです。座席に戻ると、機内は再び暗くなっていました。天井には星空が映し出されていて、綺麗ですね。それでは私も休みたいと思います。起きたら、だいぶ目的地に近づいていました。到着3時間ほど前になると、機内も明るくなってきました。朝食はメインでサバかオムレツを選ぶことができます。私はサバを選びました。メインの他にはフルーツ、ヨーグルト、バナナ味のマフィン、ソイジョイまでありました。このサバが意外に美味しく、地上で食べるサバの味噌煮と遜色がなかったです。エミレーツは食事が充実しているので嬉しいですね。機内食を食べて少し経つともう着陸です。インフォメーションは情報量が多く、到着時間なども分かりやすかったです。飛行機はドバイ時間で早朝に到着します。機内カメラで見るとドバイの街並みを見ることができました。それではそろそろ着陸です。着陸すると個人モニターに評価が出てきました。すぐに評価させるのは面白いですね。それでは駐機場まで移動します。ドバイに無事到着しました。2時間待機した後、カイロ行きの飛行機に搭乗します。トランジットではドバイに入国はせず、再度手荷物検査をして制限エリアに入ります。トランジットの手荷物検査場は通路をまっすぐ歩いていたらあったので分かりやすいと思います。制限エリアに入ったら搭乗口を確認します。ドバイ空港は広いですが、今回は第3ターミナルに到着し、第3ターミナルから出発します。エミレーツ航空の多くの発着は第3ターミナルで行っており、ターミナルを移動する必要がなかったので楽でした。別の航空会社にトランジットする場合は、ターミナルが変わる可能性があるので注意してください。移動中、スターバックスやマクドナルドがありました。お値段はマクドナルドのアメリカンコーヒーで600円以上しました。かなり高いですね。カイロ行きの搭乗口まで移動してきました。搭乗を待つベンチはチケットを確認した先にあったので、日本とは少し異なっていますね。中に入ると待合エリアがあり、そこで待機します。カイロまではエアバス社の飛行機です。それでは搭乗したいと思います。搭乗はかなり早く始まりました。エミレーツだからか分かりませんが、乗客を早めに乗せて飛行機の中で待つスタイルのようです。フライトまで2時間ありましたが、買い物などをする時間はあまりありませんでした。カイロ行きの飛行機は日本人も意外に多かったですね。エアバスなので先ほどと機材は違いますが、エコノミーの座席配列は一緒でした。3席、4席、3席で、今回は窓際の3席の席にしました。カイロまでは4時間ほどです。エアバスは2階建てで、上の階はファーストクラスとビジネスクラスになっています。エコノミーの座席幅は先ほどのボーイングより広いように感じます。
パックホルダーもあり、ドリンクが来ても便利ですね。シートポケットも2つあったので、物の出し入れが便利です。座席にはヘッドホンと毛布が用意されていました。画面のインフォメーションとエンタメは先ほどと一緒でした。言語も日本語設定でき、映画も日本語があったので、機内で暇になることもありませんでした。機内食は1回提供されます。ドバイを朝の8時15分出発なので、朝食でした。それではカイロに向けて出発します。離陸すると、ドバイの街並みが見えました。空から見ると、より都会だということがわかりますね。離陸してから1時間ほどで、おしぼりなどが配られました。距離にしたら、カイロまではまだまだありますね。機内食はチーズオムレツか、ハマスを選べました。私はハマスを選び、他にはフルーツとチーズの盛り合わせ、マフィンがありました。ハマスは豆料理で、そこにクレープのような薄いパンをつけて食べます。これが美味しく、どんどん食べれてしまいました。カレーとも違う独特の味で、いろんなものをつけて食べると美味しいと思います。エミレーツは機内食が美味しいので、かなりおすすめですね。機内食が終わると、映画を見ながらゆっくり過ごしました。東京はカイロより6時間進んでいます。注意が必要なのが、サマー時間が毎年導入されるか決まり、導入された場合は7時間になります。訪れるタイミングで、サマータイムが導入されているか確認しましょう。カイロの街並みが見えてきました。4時間だとあっという間でしたね。それでは着陸です。無事カイロに到着しました。それではエジプトに入国します。エジプトに入国する際は2つの書類が必要です。観光ビザと税関申告書です。まず観光ビザですが、入国する際には必ず必要になります。申請方法は3つあり、日本のエジプト大使館に郵送する、現地の空港で支払う、ネットで事前申請を行うです。エジプト大使館に郵送するのは時間も手間もかかるので、現地かネット申請がおすすめです。空港で支払う場合は、入国審査の手前に支払う場所があります。パスポートを渡し、25アメリカドルの費用をアメリカドルもしくはビザのクレジットカードで支払います。手続きはこちらが簡単ですが、少し並びます。時間を節約したい方は、事前のオンライン申請がおすすめです。オンラインで申請する場合は、専用サイトから申し込みます。パスポート情報とパスポートの写真があれば申請は可能です。クレジットカードで決済でき、当日並ばなくていいので、かなり楽ですね。概要欄にサイトを載せておくので、確認してみてください。ただ申請する際に入力項目が多いので、正直アップロードは面倒でした。ここで説明すると動画が長くなるので割愛しますが、他の方のブログなどで詳しく解説があるので、参考にしながら申請してみてください。費用はどの場合でも25アメリカドルかかります。有効期限は申請が受理されてから2ヶ月以内、滞在日数は30日までです。オンライン申請する場合は、申請受理に1日から2日ほどかかる場合があるので、滞在の1ヶ月前から1週間前ほどをめどに申請すると良いと思います。税関申告書は当日機内でもらえますし、空港にも置いてあります。ほとんどパスポート情報を記入すれば問題ありません。大量の現金やタバコなど、一般的に税関で引っかかるようなものを持ち込む場合は申請が必要なので、事前に申告するものがないか確認してみてください。私は観光ビザをオンライン申請していたので、入国はパスポートと税関申告書を出すだけで対応をしていただけました。手荷物を受け取り、外に向かいます。エジプトの荷物は結構雑に出てきたので、注意が必要ですね。手荷物を受け取り、外に出ると、両替所やSIMカードを販売しています。
エジプトの通信はオレンジとボーダフォンが一般的です。私も日本で契約できる eSIM や SIM カードを調べてみたのですが、現地で買うのが一番安い気がしました。時間がある方は現地で契約することをお勧めします。私は一緒に行ったメンバーがオレンジを契約していたので、ボーダフォンで契約しました。私が訪れたタイミングのレートで一番安い13ギガが約1100円ぐらいでした。今回私は5日間しか滞在しないので13ギガもあれば十分ですね。結果5ギガ以上余りました。通信もルクソール、カイロ、ギザでは問題なく使えました。郊外にある遺跡でも電波が入っていたので、つながりにくさを感じることはありませんでした。オレンジも同様だったので、値段を比較検討して安い方で契約してもいいかもしれません。注意点としてはメッセージに最寄りの通信会社に行けといった詐欺メッセージが来ていました。これらは全て無視すれば問題ありません。SIM を交換したらそのようなメッセージも受信しないので安心してください。それでは今回のエミレーツ航空で向かうエジプト、いかがだったでしょうか。さすがエミレーツの機内といった充実した設備でしたね。私はこのままエジプト航空に乗り換えてルクソールに向かいます。よかったら次回動画でそちらも確認してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。